信玄餅を作りました。ちょっとこれ作る時に参考にさせてもらったレシピがあるので、そちらも記載しておきます。水の量とか調整して何回か試したんですけど、今回のはどんな感じか食べ比べてみようと思います。で結果として分かっているのは、ちゃんとね商品で売られているものの方がちょっと固めですね。しっかり歯ごたえがある感じ。手作りの方はちょっと柔らかくなります。本物、弾力があります。で、これなんでだろうなって、でもこれに関しては水飴の違いとかもあるのかなと思いましたね。砂糖の量とかね違いはもちろんあると思うんですけど、水飴入ってるかどうかっていうところは結構大きく違ってて、スーパーにね思ったより売ってないですよね。もちろんあるところにはあるんですけど、僕の近所スーパー4、5箇所ぐらい寄ってあったのが1箇所だけだったんですよね。それ以外売ってなくて、意外とないんだったらない方がいいかなと思って入れませんでした。持った時の感じ、やっぱり抵抗感が強いね、こっちの方が。けどうまいな。黒蜜をかけていないもので比較してみようと思います。触った感触はやっぱり本物の方がちょっと硬いというか弾力がある。手作りの方は柔らかめで伸びる。味は結構いい感じだと思いますね。で砂糖の量は参考にさせてもらったものよりもちょっと多めにしてて、で今回もね信玄餅のパッケージにカロリーとか書いてあって、それを見てだいたい砂糖こんぐらいじゃないのかなとか、合ってるか分かんないですけど見てちょっと増やして白玉粉と砂糖同じ量にしてやってみました。なんとなく本物の方がもうちょっと甘い気はしますが、手作りならこんなもんでいいんじゃないかなと。もっと減らしてもいいと思いますし、かなり美味しいです。やっぱ手作りの方がとろっととろけてちょっと柔らかめですね。で水分量少なくしたらいいのかなということで 150ml だったり、最初180だったり、水少なめにした方が若干ざらつく気がするんで、水は180でいい気がします。本物の信玄餅めちゃくちゃ美味しいんですが、もっと食べてってなるんで、簡単に手軽に自分で作れるんで、やっぱね食感の柔らかさとか歯ごたえの感じとかは若干違いますけど、方向性としてはかなりいいし、素材がシンプルなものなんで、やっぱ自分で再現しようと思って作ってみても結構いい感じにできるんで、やってみてもいいんじゃないかなと思います。で分量自体は砂糖と白玉粉同じで、水は白玉粉の 1.8 倍ぐらい、1.5 から 1.8 倍ぐらいなんで、もしこんなに作ってもね1人だから食べきれないし、砂糖いっぱいだからちょっと 1,2 人前ぐらいでいいんだよなみたいな場合は、当然加熱時間は変わりますけど、3分の1の量とか半分とかでやってみても問題なくできるとは思います。そんな感じで手作り信玄餅でした。やっぱちょっと柔らかい、とても美味しいです。では。